疲れ様。
ありがとうね。うんうわ、美味しそう。カツオだね。美味しそうね。ちょっと昨日食べれなかったかうん。いな。いただきます。ただきます。うわ、美味しそう。うん。
just called to say hello. Such a wonderful night. We're walking the park by moonlight. And I just wanna say, you know, the time is right when you feel that the time is right. Tonight, tonight, tonight. I know the time is right. Right, I feel the time is right. Tonight, 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 tonight.うわお待たせ。美味しそうすごい。うわハンバーグ。お待たせ、そう煮込みハンバーグです。オレンジワインにして。美味しそう。美味しそうだよね。お疲れお様。疲れ様、ありがとうね。はあ、飲みやすい。うんなんかすごいフルーティーだね。うん。いただきます。いただきます。お皿かわいいね。可愛いでしょう。うねうねしてる。そうそう。うん。よかった。こねたのこれ。うん、ちょっとこねたよ。美味しい。よかった。ちょっとホロホロだよね。うん。柔らか。うん。ホロホロなのがちょうどいい。うん。ソースも作ったの？あ、そうなの？うん。ウスターソースとケチャップ混ぜただけ。あ、そうなの？うん。
なんかあんまりかさ増ししてないでしょこれ。うんしてない。だからかすごい肉の味がして美味しい。うん。いや結構さ 300g しっかり入ってたからさ、うんパン粉いらないやと思って。うんチーズうん美味しい。美味しいよね。うんちょっとお菓子みたい。うん確かに。あうんあ合うな。ねうん入れようか。いや入れますよ。うんどうもありがとうねどうも。本うん当。疲れてるな。このドレッシング美味しいね本うん美味しいよね。当。このズッキーニがちょうどいい多分。うん美味しいね。よかったよかった。今日はどうだったの？お会いしてみて皆さん。めっちゃ楽しかっ楽しかった。た。最初すごい緊張してるように見えたけど、最後はでも楽しそうだったね。最初ちょっと緊張したね。うんみんなのさ好きな香りをさ持ってきてもらったのがさ面白かった。あんまりさこう人がさ好きな香りとかってさ嗅げないじゃん。うんだからなんかめちゃくちゃ経験としても良かったね。美味しい本当こ美味しいね。れ。はい、皆さんニコのティールームへようこそ。今週も最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回はね、初めてこう座談会をこうリアルで開かせていただいて、ルームメイトの皆さんとお茶をした様子だったりとか、その前後の準備の様子だったりとかっていうのをご紹介してみたんですけれども、いかがでしたでしょうか。私もこうずっとルームメイトの皆さんとこう直接おしゃべりしてみたいなっていうのがこう夢の一つでもあったので、今回は少人数だったんですけれども、じっくりと1時間半ぐらいですかね、皆さんとおしゃべりをできた時間がすごくこう貴重な体験になりました。座談会ではどんなお話をしたかっていうと、今私が制作を進めている作品のリードディフューザーの香りを実際に香っていただいたりとか、こうビジュアルだったりのご意見をもらって、それをこう今から最終調整して販売に向けてちょっとまたブラッシュアップしていきたいなというふうに思っています。今日もねこれから調香師の方と打ち合わせがあるので、ルームメイトの方からもらった意見をいろいろこう織り交ぜながら香りの最終調整をしていこうかなというふうに思っています。なんか1時間半とかの時間だったんですけど、本当に楽しくってあっという間の時間だったなというふうに思っていて、なんかもうできることだったらこう毎週リアルなお茶会を開けたらいいのになっていうふうに私も、すごく楽しい時間でした。紅茶だったりとかハンドクリームだったりとかお土産までいただいちゃって、本当にお越しいただいたルームメイトの皆さん本当にありがとうございます。でね、
もちろん今回ご参加いただけなかった方とも、今後交流の場だったりとか、またね座談会を開いたりとか、もちろん作品が出来上がったらポップアップだったりとか、そういうのもね積極的にしていけたらなというふうに思っているので、楽しみにお待ちいただけたらと思います。なかなかね遠方でそういったイベントだったりとかにも参加できないよっていう方もいらっしゃると思うので、なるべくティールームのこのコーナーではインスタグラムとかでいただいたご質問だったりとかお悩みにお答えをして、オンラインでもねこうやっておしゃべり一緒にしていけたらなというふうに思っています。今回もねたくさんインスタグラムの方でご質問だったりとかお悩みをいただいたのでお答えしていけたらなというふうに思うんですけれども、まず1つ目ですね、ご質問お答えしていきたいなというふうに思います。ニコさんの動画心が和みます。ありがとうございます。新しいことに飛び込むのが怖い時どうしていますかというご質問なんですが、新しいチャレンジをする時に私が心がけていることは、チャレンジしてみたいなっていう出来事があった時に本当にそのことにチャレンジしないで自分が後悔しないかどうかっていうのをよく考えるようにしています。もう忘れちゃうぐらいのことだったら全然チャレンジしなくてもいいかなっていうふうには思うんですけれども、どうしても気になって何回も考えちゃうことって自分にとって興味があったりすることだと思うので、やった後悔よりやらない後悔ってよく言うと思うんですけれども、やっぱり何でも人から聞いた話よりも自分が実際にやってみてどうだったかって感じることが一番大事だと思うので、私はなるべくね気になったことっていうのは積極的にやるようにしています。例えばチャレンジしてみたいっていうことが海外に住むこととかだとしたら、いきなり海外に行っちゃうっていうよりかは、まずは住みたい国に長期旅行に行ってみたりとかして、十分その国が知れるぐらいの旅として巡ってみるとか、そういう少しの挑戦から始めてみて、実際にその国が気に入ったら住むための計画を立てればいいと思いますし、もしかしたらその国が自分に合わないっていう部分も見えてくるかもしれないので、そしたらまた違う国にいっぱい旅行に行ってみるとか、チャレンジをするにしても前準備っていうのはするかもしれないなというふうには思います。はい、では2個目の質問ですね。ネットで雑貨を購入したのですがイメージと違い失敗しました。失敗しないポイントはありますかというご質問ですね。そうですね、私もネットで雑貨を買うことがかなり多いので、失敗しないポイントとしては、まずできることとしてはやはりAmazon とか楽天とかだったらレビューをよく見てみることっていうのはあるかなというふうに思います。一つのサイトとかショップのレビューだけじゃなくて、いろんなそのショップで扱っているようだったらいろんなショップのレビューを見て、実際に自分に合ってるかどうかっていうのをしっかり調べてから買うようにしたりとか、あとはね前回のその視聴者さんのお家のビフォーアフターの動画でもご紹介少ししていたんですけれども、商品の画像とかをちょっと切り抜いて自分の置きたい場所とかお部屋の写真とかを撮ってざっくりでもいいからコラージュしてみるっていうのはすごくありかなというふうに思います。結構ね家具のお買い物とかってなかなか買い替えが効かないものとかも結構あると思うので、そういう時は私必ずフォトショップとかで画像を切り抜いて自分のお家の間取りに合わせて一回貼り付けてコラージュをしてみて、具体的にイメージが湧くように一回イメージを組んでみるっていうのは必ずやるようにしています。フォトショップがね使えない方とかでもiPhone でもそういう切り抜きアプリとかってたくさんあると思うので、そういうのでチャレンジしてみてください。でね、これを言ったらちょっと元も子もないよっていうお話になっちゃうかもしれないんですけれども、一番の失敗しない方法は失敗をたくさんすることだと思います。私も中学生ぐらいの時からネットショッピングってしていたので、結構早い方かなというふうに思うんですけれども、私のお家ってそんなにそもそもが裕福なお家じゃなかったんですけど、お父さんとお母さんが頑張って私立の学校に入れてくれたんですね。でそうすると周りって結構お嬢様が多かったりとかして、花より団子じゃないんですけど、もう
お金持ちの中に入っちゃった庶民みたいな感じで、みんな結構こうキラキラしたものとかをブランド物だったりとかそういうのをこう持っていたんですよね。すごくそういうのに憧れはあるけど私はこう買えないっていう状況だったので、ヤフオクだったりとかそういうところでこう安いものをこう探したりとかして、お年玉だったりとかを切り崩しながら自分で買えるこうみんなが持っているようなものっていうのをこう買ったりしていました。なのでなんかその時にすごいこう中学生ぐらいからたくさんネットショッピングで失敗もしたんですけれども、その失敗があったからこそネットショッピングが上手になったんじゃないかなっていう自信はあります。なので何かこう上達するためにはその分人よりも多く失敗するっていう、それが一番のこう上達方法なのかなというふうに思うので、ご質問をくださった方の失敗もネットショッピングが上手くなるための糧になるかなというふうに思います。はい、次の質問ですね。前回 IKEA の動画でスツールの上に置いたティーカップはどちらのものですかというご質問で、多分これかなというふうに思うんですけれども、これはウニコさんで購入したティーカップとソーサーです。こっちはなんかこうセットみたいに見えるんですけど、楽天で買ったティーポットになっています。アンバーの持ち手のティーカップだったりとかポットが私好きで思わず買っちゃうんですけど、こっちが楽天でこっちがウニコで購入しました。すごい可愛いですよね。これお皿としてもこう使えるので、クッキーとかここに置いたりとかしてもいいのですごいおすすめです。いやめちゃくちゃ紅茶も美味しいはい、では次のご質問ですね。自分が選んだ道を正解にするにはどのような行動をしたり考え方をすればいいと思いますかっていうご質問です。そうですね、もう一言で言うと選択に正解はなくって、その選択を正解に自分がするかどうかしかないかなっていうふうに私は思います。なんか私もこう振り返ってみても選択で正解だったなっていう風に思えることってそんなになくって、選んだからこそ自分に責任を持ってもうやりきるしかないのかなっていう風には思いますね。なのでさっきのそのお買い物の話もすごく通ずる部分があるかなという風に思うんですけれども、なるべくその選択で失敗しないポイントって失敗をたくさんすることだと思うんですよ。それは人がこうやったから成功したよっていうことをなぞって成功するパターンもあるとは思うんですけれども、なんか自分なりの成功って多分本当に人それぞれ違うと思うので、たくさんね小さな失敗っていうのを積み重ねながら自分に合った選択がうまくなっていくのかなというふうに思いますし、その時の選択に自信が持ちきれなかったとしても、その後どんどん自分の行動力でリカバリーをしていくっていうのがしかないのかなっていうふうに私は思います。でもね、もちろんくよくよしちゃうこともあると思うんですけど、そういった時はもうゆっくり潔く休めばいいかなというふうに私は思って、そういうふうにしています。はい、で次のご質問ですね。最近読んだ本を知りたいです。いつも応援してます。ありがとうございます。今週ずっと読んでいるのがこの本屋さんのダイアナっていう本で、柚木麻子さんが書いた本になります。柚木さんの小説だと伊藤くん A to Z とかいろいろ人気作がある中でも、私結構トップクラスにこの小説好きだなと思って夢中で今読んで半分ぐらい今来ているところなんですけれども、どういうところが面白いかっていうと、主人公の女の子がダイアナちゃんっていう日本人の女の子で、名前が大きい穴って書いてダイアナって読むんですけれども、その名前を付けたのが水商売をしているお母さんで、髪の毛も金髪に染められちゃっていて、小学校の頃からすごくその名前だったりとか容姿を周りの子にいじられたりとかしてきたんですけれども、その小学3年生の時に同じクラスになった綾子ちゃんっていうダイアナちゃんとは全く逆のもう黒髪ですごく清楚な見た目で教養もあるようなちょっと裕福なお家に育った子が2人主人公なんですけれども、その2人が本が好きっていう共通点から仲が
深まってその小学生の時から大人になるまでを描いた作品なんですけれども、その幼少期特有の難しい友情関係だったりとか、なんかもちろん楽しいこともあれば嫉妬心があったりとか、ボタンの掛け違いでうまくいかなかったりとかすることだったりとか、いろんな人間描写っていうのがギュッと詰まっているっていう、展開ストーリーもすごく好きなんですけれども、何より私この柚月さんの小説のすごい好きなところが、綺麗なものだったりとかを、描く言葉のセレクトっていうのがすごく素敵で、本当にその湖だったりとか花畑だったりとか、そういうキラキラした描写っていうのが情景が浮かぶような文章で描かれていらっしゃるところもすごく好きですし、反対に嫉妬で心がキュッて苦しくなるような何とも言えない切ない気持ちだったりとか、そういった気持ちの描写っていうのもすごく繊細にされる作家さんなので、ぜひ今ね読む本を探しているよっていう方にはおすすめの一冊です。本がいつも読み切れないよっていう方でも、おそらく読みやすい本になってるかなと思うので、本屋さんで見つけたらちょっと読んでみてください。ちょっとちゃんとお答えになってるか全部わかんないんですけど、なんか私のねあくまでも考えなので、少しでも参考にしてみてもらえたら嬉しいです。それでは、また来週我が家でお会いしましょう。ニコでした。